こんにちは。アトリエネトラポートです。今回はファスナーの引き手、ここですね。引き手のところに革を取り付ける方法をご紹介したいと思います。いろいろな方法があると思いますが、今回はこのような形状の革をポチッと端目で留めるだけの簡単な工程になりますので、皆さんぜひチャレンジしてみてください。それでは早速作っていきたいと思います。今回は15センチ ×1 センチの型紙を用意しました。これを皮に合わせて毛書きます。長さはお好みで変えてみてください。短くても可愛いですし、長くても持ちやすくて便利だと思います。はい、そうしましたら裏側を床処理していきたいと思います。床ノールを取ります。そんなに大きいパーツでないので、歯切れとかでも作れちゃいます。ガラス板をかけて5分ほど重しを乗せて平らにしていきます。5分ほど経ちましたのでカットしていきます。カーブのところがちょっと難しいと思います。形はお好みで変えてもらっても大丈夫なので、端っこがカーブでなくても大丈夫です。ぐるりとカットしていきます。カーブしている部分が結構ガタガタになってしまったりもすると思います。なんですが、ここ2枚を合わせたいなと思いますので、ドレッサーをかけて2枚を同じ形に調整していきます。2個一緒に削ることで同じ形になってきます。1個ずつだとやっぱり別々のちょっと違う形になったりすることもあると思うんですけど、2枚一緒にかけることで同じラインがここに揃ってきます。はい、そうしましたらへり落としをぐるりと一周したいと思います。今回はシュリンクレザーを使いましたので、一度へり落としをする前に床ノールで固めたいと思います。柔らかくてシュリンクレザーそのままだと角が取りづらいので、一度溶剤をつけます。普通のオイルレザーの方はそのままへり落としをしてもらって大丈夫です。床ノールをぐるりと周りに塗りましたら、普通に磨くのではなくて角を立てたいと思いますので、真上からスリッカーをかけて少し角を出します。これで少しですがへり落とししやすくなります。コバの真横からかけることでコバが少し押されて固まりまして、角が少し出るイメージです。そうしましたらへり落としをしたいと思います。今回革の厚さは 2mm を使用しています。ですがへり落とし、シュリンクは少しやりづらいと思います。しっかり押さえてへりを落としてください。へり落としが終わりましたら、再度床ノールをつけてコバを磨いていきます。乾く前にウエスで磨きます。磨きましたら紙やすりをかけて一度落とします。ここまでが1セットになります。紙やすりが落ちきったらもう一度塗って磨いて紙やすり、最後3回目塗って磨くとピカピカになりますので、ぜひ皆さん下処理を頑張ってやってみてください。それでは磨きが終わりましたので組み立てていきたいと思います。実は本体に取り付ける前にこの1本の状態で変えた方が変えやすいので、もし最初から変えたいなと思っている方は最初に変えてしまうと楽です。今回はこちらの完成したポーチのここにつけていきます。で、これがつけられる形状ですけど、こちらの形のファスナーならつけられます。こちらの
形のファスナーだとちょっとつけるのが難しくなりますので、また別の方法でつけられる方法がねあるので、そちらも動画を作成しようと思っています。はい、こちらですね。こう2つに折り曲げた状態でこの引き手を挟もうと思います。挟んだところをカシメで留めたいなと思います。ですのでどこにカシメの穴を開けようかということなんですが、このぐらいで留めたいと思いますので、留めたいところの裏側にポチッと印を書いておきます。そこにですね、今回カシメショーで穴を開けます。なので7番のハトメ抜きで真ん中に穴を開けます。今印をつけたところずれてたら真ん中に修正してください。これを反対側に移します。こちらにも穴を開けます。それでは実際に挟んでいきます。足の長い方を入れまして、皮でこんな感じですね。下から金具のついた方を入れます。で、皮の反対側で挟みます。ここにカシメショウの足の短い方をセットしてパチッと仮止めします。はい、ジグを下に置いて、ちょっとここ留めづらいので工夫してください。少し開けるとやりやすいです。これで打ち付けていきます。まっすぐちょっと打ち付けてください。ファスナーの引き手が曲がってしまうとね困りますので、まっすぐ、はい、取り付けます。はい、もうこれでできちゃいました。こんな感じで引き手ができました。とても簡単に変えることができます。はい、あっという間に今回は完成しました。ちょっとつくと可愛いですね。長さを変えたり色を変えたり、市販品も変えられるものが結構あると思いますので、取り付けてみて皆さん楽しんでみてください。動画の方、気に入ってくださいましたらいいねボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。